こんにちは、はるなです。この動画はリスニングとスピーキングを同時に上達することができます。最初にちょっと見てみましょう。これは学校です。これは学校です。これは学校です。This is a school. これは学校です。その後、リピート練習、シャドーイング練習もしてスピーキングのレベルも上げましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。これは私の定規です。これは私の定規です。これは私の定規です。This is my ruler. これは私の定規です。この机は使いやすいですか？この机は使いやすいですか？この机は使いやすいですか？ Is this desk easy to use? この机は使いやすいですか？朝ごはんを作っている時に電話が鳴りました。朝ごはんを作っている時に電話が鳴りました。朝ごはんを作っている時に電話が鳴りました。The phone rang while I was making breakfast. 朝ごはんを作っている時に電話が鳴りました。カーテンの後ろに小さな棚があります。カーテンの後ろに小さな棚があります。カーテンの後ろに小さな棚があります。There is a small shelf behind the curtain. カーテンの後ろに小さな棚があります。今日は静かだったので本がよく読めました。今日は静かだったので本がよく読めました。今日は静かだったので本がよく読めました。It was quiet today, so I could read well. 今日は静かだったので本がよく読めました。この箱を開けて中を見せてください。この箱を開けて中を見せてください。この箱を開けて中を見せてください。Please open this box and show me what's inside. この箱を開けて中を見せてください。姉は今旅行のスケジュールを作り直しています。姉は今旅行のスケジュールを作り直しています。姉は今旅行のスケジュールを作り直しています。My older sister is reworking the travel schedule now. 姉は今旅行のスケジュールを作り直しています。先生は会場の案内図をご確認になりました。先生は会場の案内図をご確認になりました。先生は会場の案内図をご確認になりました。The teacher checked the venue map. 先生は会場の案内図をご確認になりました。出張で乗り継ぎを間違えて焦ったことがあります。出張で乗り継ぎを間違えて焦ったことがあります。出張で乗り継ぎを間違えて焦ったことがあります。I once missed a connecting transfer during a business trip and panicked. 出張で乗り継ぎを間違えて焦ったことがあります。大事なメールを出し忘れて後でとても後悔しました。大事なメールを出し忘れて後でとても後悔しました。大事なメールを出し忘れて後でとても後悔しました。I forgot to send an important email and regretted it a lot afterward. 大事なメールを出し忘れて後でとても後悔しました。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。これは私の定規です。この机は使いやすいですか？朝ごはんを作っている時に電話が鳴りました。カーテンの後ろに小さな棚があります。今日は静かだったので本がよく読めました。この箱を開けて中を見せてください。姉は今旅行のスケジュールを作り直しています。先生は会場の案内図をご確認になりました。
出張で乗り継ぎを間違えて焦ったことがあります。大事なメールを出し忘れて、後でとても後悔しました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。これは私の定規です。これは私の定規です。この机は使いやすいですか？この机は使いやすいですか？朝ごはんを作っている時に電話が鳴りました。朝ごはんを作っている時に電話が鳴りました。カーテンの後ろに小さな棚があります。カーテンの後ろに小さな棚があります。今日は静かだったので本がよく読めました。今日は静かだったので本がよく読めました。この箱を開けて中を見せてください。この箱を開けて中を見せてください。姉は今、旅行のスケジュールを作り直しています。姉は今、旅行のスケジュールを作り直しています。先生は会場の案内図をご確認になりました。先生は会場の案内図をご確認になりました。出張で乗り継ぎを間違えて焦ったことがあります。出張で乗り継ぎを間違えて焦ったことがあります。大事なメールを出し忘れて、後でとても後悔しました。大事なメールを出し忘れて、後でとても後悔しました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。母は来月のイベントに参加する準備をしています。母は来月のイベントに参加する準備をしています。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。もっと練習したい方はメンバーシップ限定の動画もチェックしてください。英語を聞いて日本語の文を作る練習で1週間の学びをしっかり復習できます。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。